感情を動かすのか論理で攻めるのかっていう相手の立場に立って共感できる話を引っ張ると、今回なんですけど、自分ってめちゃめちゃ口下手だなって思うことがあって、人に伝えるのってすごい難しいなって思うんですけど、モンジ社長って人に分かりやすく伝えるために気をつけてる点とかってあったりしますか？僕も結構口下手ですよ。そうなんですか？はい。本当に伝えたいんであれば、対象が誰かとか、どういう場面かとか、何を伝えたいかとか、結構いろいろあるじゃないですか。従業員、部下とかに何か伝えたいなって思うときは、結局量と質なんですよね。質が結構みんなフォーカスするんですよ。効率的に伝えたいし、量って結構手間がかかるじゃないですか。質も大事ですけど、でもやっぱり量がやっぱすごい大事で、繰り返し言うっていうのに勝てる質はないかもしれないですね。社長またあれ言ってるよ、あれでしょ、笑顔でしょとかって言われた方がガッツポーズかもしれない。対象者によってとか、それが例えば企業への商取引のプレゼンだったりとか、それこそ経営者の介護での話だったりとか、全然違うわけですよ、やり方が。こういうパターンの時にこういうことを気をつけてますよっていうのをお伝えするとしたら、例えば個人に物を売るとか伝えたいことがあるとか、従業員もそうですよね。個人だとしたら、やっぱり論理よりも結構感情にフォーカスします。大きく言うと、感情を動かすのか論理で攻めるのかっていう2つがあって、10-0ってことはないんで、どっちに重きを置くかっていう話になると思うんですよ。論理的にこう資料とか用意したりとか話しつつも、最初と最後は結構感情を動かすことが大事でっていう感じですよね。僕が気をつけてるのは、伝える側になると何を言いますかっていうのを結構フォーカスするんですよね。でもこれ実は聞く方って何を言ったか細かく覚えてないですよ。だってそりゃそうじゃないですか。そんな頭のいい人います？たまに天才いるかもしれないですけど、非言語の方が実は影響あるんですよね。メラビアンの法則だと、言語で伝わるのって 7% だと。聴覚、耳ですよね。声の大きさとかトーンとか、これで約 38% だと。ジェスチャー、態度、視覚情報で 55% だとって言われてるわけですよ。本当にそうだなって僕は結構思っているんですけど、何を喋るかって地頭いい人とか学者とかに勝てないわけですよ。そんな博識ないですし、僕は何を言うかではなくて、僕はどういう感情にさせるかっていうことを僕は僕なりに気をつけられることとしてやってます。これ例を言うとですね、嫌いな人いますよね。世の中で一番こいつ嫌いだみたいな人を思い浮かべてください。なんで嫌いですか？すごい上から目線で言われてどんな感情になったんですか？めちゃめちゃ嫌です。めちゃめちゃ嫌な気分になったんですよね。何言われたんですか？そう言われるとそうっすねみたいな感じで、多分大体覚えてないんですよ、みんな。僕もそうなんですけど、あの人マジ本当あの時ムカついたわと思っても、具体的に何をどう言われたかはあんま覚えてないんですよ。でもあいつマジムカついたっていう感情を覚えてるんですよ。これ大体みんなそうで、だから覚えてることってどんな感情にさせられたかの方がやっぱ強いんですよね。僕もこの話を見た時に、なるほどと、確かに自分そうだ、何を言われたかじゃなくてどういう感情にさせられたかの方が結構ウェイト大きいと。これだったら自分もできるかもしれない。じゃあどういう感情にさせられたか、要は感情を動かすためにはどうしたらいいんだろうなって考えた時に、さっき非言語の話しましたけど、聴覚とか態度だと、声とか態度だとってなった時に、どういう喋り方をしたら、話をしたら自分の声が大きく喋れてハキハキ喋れてボディーランゲージ出るかって考えた時に、自分が本当に思ってることを喋った方が声が大きくなるって言ってたんですよ。お題に対してとか何を目的で喋るのかという前提条件を確認した上で、なるべく自分が思ってることを喋ろう。それが結局声の大きさとか勝手なジェスチャーにつながって人の感情を動かすということに最もつながるんじゃないかなと思ったんで、僕が気をつけてることは、声の大きさとか態度を頑張るために自分がなるべく思ってることを分かりやすく話すっていうことをまず一番に、非言語情報を最も大事にして、相手の感情をどういうふうにさせられたら今日良かったみたいに考えるようにしようと思ってやってますと。どうやったら伝わるかのプラスでいくと、喋る速度とか例題、あなたじゃあ一番ムカつく人誰ですかみたいに言ったみたいに、そっちに言わせる、この人の立場になって考えて最も共感できそうな例話を引き出すとか、もう一つは例え話で、野球好きな社員だなっていうのが分かってたら、野球に例えるとチームワークっていうのは会社でいうチームワークが大事な理由は野球に例えるととか、相手に合わせてどういう例え話をするか、喋り方、喋る速度とかも含めてですね、と相手の立場に立って共感できる話を引っ張ると、その人に合った例え話をするっていうことをなるべく頑張ってますかね。その人に合わせた場面とか、その人に投影しながら喋ると相手もより理解しやすいと思いますね。自分がやっぱりそうなので。
自分が今ね、ボブスレーの話とか受けても、ボブスレーに例えるとって言われて、いかに早く滑るにはっていうことは、いかに会社を早く成長させるのと一緒でって言われても、ボブスレーってどうやったら早くなるんだ。ボブスレーって何が大事なんだ。ボブスレーにはためちゃうね。でも野球だったら、守備範囲、あなたの職務範囲っていうのは、じゃあ野球に例えたらファーストアウトしようと。で、例えられた方が、はい、みたいな感じでやっぱ聞けるし、わかるんですよ。自分もそうなんで、そうやってるってだけですよ。なるほど。確かにそうですね。先ほど、モン社長は自分が情熱を乗せて喋った方が相手に伝わりやすいみたいなおっしゃってたと思うんですけど、この人だったら論理的に話した方がいいとか、この人だったらこういう風に話した方が伝わりやすいんじゃないかみたいな。論理的な人だったらロジカルに結論から喋って根拠出してコンパクトに結論をまとめた方がいいですよね。これもなかなか技術がいるんですけど、感情的な人だったらストーリーみたいに話した方がいいですよね。論理的か感情的かどうか、その人の属性を考えればちょっと喋れば分かるかなと思いますけど、論理的か感情か、自分がどちらかっていうのを考えて話してみると相手に伝わりやすいかもしれないってことですかね。状況、その場面ですよね。誰が相手で何を伝えたくて喋るのか、そもそも聞く相手が求めてることって何なのか、もちろん求めてない場合もありますけど、そういう状況をまず前提にちゃんと考えて、感情論理のバランスを決めて、シナリオ的に考えると、論理タイプを非常くんだったら結論からちゃんと言って根拠と説明を付け加えるし、感情にフォーカスするんだったら、もちろん結論は言うんですけど、シナリオはどうやったら心を動かすかとか感情曲線考えてゆっくり喋るですかね。そういうのをうまくするためには下調べとか事前準備とか大事ですか？言うても僕も場数ないですけど、練習場数ですよ。どんだけ調べたってやっぱ喋ってみないと分かんないんで。僕なんかもいっぱい人前で喋って失敗してますし、狭くいかなかったなみたいなこといっぱいあるんですよ。話を聞いててすごく上手いなと思わせていただける方って、それなりの場数踏んでますし、相手に合わせて喋ってますよね。練習はある程度しないとそこそこうまくは喋れない。そりゃそうですよ。だって練習しないでサッカー上手くならないじゃないですか。何事も練習ですよ。確かにそうですね。ありがとうございます。人に分かりやすく伝えるために気をつけている点というところでお伺いさせていただいたんですけど、改めてポイントを教えていただければと思います。どういう場面での話か、相手が誰なのか、伝えたいことは何なのか、相手が求めていることは何なのか、前提条件をちゃんと確認した上で、なるべくそれに合うような話の内容とか、感情を動かすのか、論理的に伝えるかのバランス、非言語ですかね。どうしたら感情を動かせるのかとかっていうのが大事だとは思うので、場面にはよりますけど、意識する。あとは、例え話とかっていうのをうまく使う感じですかね。ありがとうございます。本日も見ていただきありがとうございます。アプリヒッコセンターではいつでも共に働く仲間を募集しておりますので、興味がありましたら、ぜひホームページや SNS を見ていただいてご連絡いただけると嬉しいです。またこの YouTube チャンネルでは、現場の様子、研修、イベント、ビジネスマンに役立つような情報とか、様々な動画を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録してください。最後まで見ていただいたので、ぜひこの動画もいいねを押してください。ありがとうございました。